こんにちは。Going My Way チャンネルのまいです。今日はレストランでワインを楽しむときに知っておきたい大人のワインマナーについてお話しします。マナーと聞くと少し堅苦しく感じるかもしれませんが、これらはすべてワインをより楽しく美味しく感じるための小さな心配りなんです。まずはグラスの持ち方なんですけれども、こちらがワイングラスで、こちらの部分ボールで、こちらがステムっていう名前になります。で、基本的にワイングラスを持つときはこのステムを持ちましょう。で、なぜこのステムを持つかというと、こういう風に例えばワインを持つこともあると思うんですけど、こういう風にしてしまうと、この手の温度でワインの温度が上がってしまうんですね。そうするとせっかく冷えて出されたワインなのに温度が上がってしまって美味しく感じられないっていう風になりますので、ステムを持つことでワインの温度をキープできるっていう利点があります。プラスこういう風にした方が見た目も綺麗ですよね。なのでこちらを持つことをお勧めします。ワインを注がれるときはこのワイングラスをテーブルに置くようにしてください。日本人だと結構やっぱり注いでいただくっていうことでありがとうございますって差し出す文化があると思うんですけど、ワイングラスの場合はこういう風に差し出してしまうとグラスが不安定になってしまって、ソムリエさんもどこに注げばいいのか、もしかしたらワインがこぼれてしまうかもしれない危険があるんですね。なので、ワイングラスは基本的にテーブルの上に置いて注がれるのを待ちましょう。私はよくこの注がれる時にここに手を添えてしまう癖があるんですけれども、これも本当はこういう風に何も触りもせずに見ておくっていうのが正解みたいです。誰からも邪魔されない状態のグラスにきちんとワインが注がれるので、ソムリエさんも安心して注いでいただけるかなと思います。でも注がれている時っていうのを注目してあげた方が私的にはいいのかなと思ってます。やっぱりおしゃべりしていて注がれてるのにソムリエさんへの配慮がないとなんかちょっと失礼なのかなって思うので、注がれてる時はこういう風にワインを見たりとかソムリエさんに会釈したりとか、そういう風にコミュニケーションを楽しむのがいいかなと思います。あとはフォーマルな場所ではなるべく自分で注がないようにするのもポイントです。基本的にレストランだとやっぱりソムリエの方が注いでくださるので、それを待つのが一応マナーです。ここにワインボトルで頼んであったとして、ワインボトルが置いてあったとしても、ここから自分でアイスバケットから取って自分で注ぐっていうことはしない方がいいかなと思います。普通に考えてちょっと変だよね。なんかここにあるからこう注いじゃうみたいな。ワインボトル重いですし、水拭いてとか垂れたりとかしていろいろ大変になっちゃうので、やっぱりそこはナプキンをちゃんと持ってるソムリエさんがスマートに注いでくれる方がワイン自体美味しく感じれると思うので、そういう風にしていただけるといいかなと思います。さらに日本ってその女性が注ぐ文化もあると思うんですよね。やっぱり飲み会の場で男女がいる時に女性が注ぐべきだみたいな習慣があるかなと思うんですけど、ワインの場では男性に注いでもらうのがいいかなと思います。私の知っているワインのソムリエさんだったり詳しい方っていうのは必ず注いでくださいます。なんか全然ワインが来ないなって思ったら注いでもらう注いでもらえますかいいのかな私は言っちゃいます。ワインがなくなったので注いでもらってもいいですかって言ってもいいかなって思うくらい、それぐらい自分で注ぐのは NG と思っておいてください。注ぎたくなっちゃう気持ちはねあると思うんですけど、ぐっとこらえて、そこは、お店の人にお願いするか、ホームパーティーとかだったら男性の方に積極的についでもらうようにできたらいいのかなと思います。でいよいよ乾杯のシーンなんですけれども、乾杯って皆さん「はい乾杯チュース!」ってこうグラスをバーンってぶつける時があると思うんですけど、もちろんそれもいいんですけど、あれ結構怖いんですよね。やっぱワイングラスってすごく繊細なものですし、ここもめちゃくちゃ薄いので、これでぶつけちゃってワイングラスが割れちゃうとかっていう風にもなりかねないので、マナーとしてはこれをぶつけない方がいいです。なのでこういう感じで乾杯って言ってもこう自分の手で持ってちょっと上に上げて会釈するような感じで、相手とアイコンタクトを取ってはい乾杯っていうような乾杯をするのがいいかなと思います。目上の方とかが目の前にいらっしゃる時とかはすごく高く上げないとかもいいかなと思います。ちょっとこういう風に
配慮してるような雰囲気で少しこう、はいじゃあワインいただきます、今日はありがとうございますっていう感じでちょっと下の方にワインを持つみたいなのはちょっとした配慮になるのかなと思います。ワインを注文する時なんですけれども、やっぱりどのワインを頼んだらいいかわからないっていうことはたくさんあると思います。そういう時にはもちろんそこにソムリエさんがいらっしゃるので、ソムリエさんにおすすめを聞くのがいいかなと思うんですけれども、1杯目はスパークリングだったり白だったりがいいかなと思います。またはロゼでもいいと思うんですけれども、その時の状況に合わせて選んでいただくのがいいかなと思います。私は、1杯目に頼むとしたらやっぱりスパークリングワインが多いですね。スパークリングワインの中でも軽めのものだったりとか、多分女子会とかだったらロゼスパークリングすごくいいと思うんですけど、ロゼスパークリングにしてもちょっと軽めのフルーティーなものを選ぶようにしています。最初なのでお料理に合わせるわけではなく、このワインだけで楽しむということになると思いますので、そのワインだけで楽しんでも美味しく感じるようなワインを選ぶようにしています。最初はじゃあ泡をお願いしますみたいな、泡って言いますよね。けどフォーマルな場だったり正式な場所だったらスパークリングワインをお願いしますっていう言い方の方が丁寧かなと思います。もし最初に白ワインを頼む場合も、例えばシャルドネとか樽の効いた重めの白ワインっていうよりはソービニョンブラーのようなハーブ香が効いててフレッシュに感じるような白ワインを選ぶといいかなと思います。もしフルボトルをオーダーするってなった時にどうやって選べばいいのかなっていうことなんですけど、フルボトルの場合っていうのは食前から食後まで、どこまで続くかわかんないですけれども、お料理に合わせてずっと楽しむことになると思うので、その場合はその日にどんなお料理が出るのかなっていうのを考えた上で頼むのがいいと思います。なのでソムリエさんに聞く時も、今日はこういうようなお料理を食べたいと思ってるんですけどとか、メインはお肉にしたいんですけどとか、そういう言い方で聞いてあげるのがいいかなと思います。単純におすすめはありますかって聞かれるよりも、今日はこういうお料理を食べたいと思っているとか、今日はこういう会なんですとか、何か情報をソムリエさんが与えてあげることでソムリエさんもワインを選びやすくなるかなと思います。あとはフルボトルの時って必ずテイスティングっていうのをすることになると思うんですね。ホストの方に少し継がれてテイスティングお願いしますっていうような声掛けがかかるので、その時にテイスティングをすると思うんですけど、テイスティングは、そのワインの状態がいいのかどうかっていう判断をするっていうことになりますので、そのワインが好きなのか嫌いなのかではないですね。例えばブショネじゃないかの確認、ワインの状態が健全じゃないんではないか、そういうような確認をするためのテイスティングになります。テイスティングっていうのは味わいなんですけれども、基本的には香りで分かります。なので少し注がれてそのワインをテイスティングするときは最初に香りを嗅ぐといいと思います。香りを嗅いだときに大体そのワインが健全か健全じゃないかっていう判断は分かると思いますので、明らかにおかしい香りがするっていう時はソムリエさんに相談するようにしましょう。もちろんソムリエさんもすでにそのチェックをしてくださってから出されてる場合が多いと思うので、めったにそういうことはないと思うんですけれども、一応そういう風にテイスティングをさせてくださるっていう形になってます。あとはテイスティングのワインを全て飲まない方がいいのかなとは思います。この時はあくまでもテイスティングなのでグッて全部飲むっていうよりは、香りを確認して味わいを確認してグラスを戻して、はい、ありがとうございます、よろしくお願いしますっていうような感じでいいかなと思います。レストランで食事をするときはワインと料理のペアリングっていうのはすごく大切なポイントになります。もし自分でワインを選べる場合っていう時は、どのような風にその場を楽しみたいのかっていうことを考えるといいと思っていて、まずは何杯飲みたいのかっていうのを大体でいいんですけど決めといて、さらに今日どんなお食事が食べたいのかっていうのをメニューで見て、でそれに合うワインってどんな感じかなっていうのが分かるようになると、そことそのワインで両方で考えるっていうことですね。なので入り口はどこでもいいんですけど、今日食べたいお料理から考えてもいいし、今日飲みたいワインから頼んでもいいし、例えばワインはスパークリングが飲みたい、今日は1本もうスパークリングを2人で開けていろいろ楽しみたいだったら、スパークリングに合うようなお料理いつか頼むとか、そしたらスパークリングに合うお料理はどれですかってソムリエさんに聞くのもいいですし、
ペアリングっていうことを意識して注文するのがいいかなと思います。一般的にペアリングがどれに合うかって細かくわからない方も、色で合わせるっていうやり方があるかなと思います。お肉に赤が合うっていうのを皆さんご存知だと思うんですけど、牛肉とかは赤いじゃないですか。なので赤いワインに合う。でお魚は白いから白いワインに合うみたいな形で色で合わせるっていうやり方もあるっていうのは覚えておいてください。トマトソースのお料理だったら赤ワインが合うとか、ホワイトソースだったら白の方が合うよねとか、そういう感じでもいいので色で合わせるっていうのは悩んだ時にはおすすめです。あとはいざワインを飲んだ時に美味しいねって言い合うのは本当にとてもいいと思うんですけど、飲んだ時になんか酸っぱいねとかおなんか渋いかもみたいな、そういう表現をするとやっぱり相手の方っていうのは一緒に楽しめなくなってしまうので、酸っぱいってやっぱりすごくポジティブな表現ではないと思うんですね。なので酸っぱいっていうよりはすごく酸が豊かなワインだねとか、渋いとかっていうんじゃなくてタンニンがしっかりしているワインだねとか、基本的にはもう美味しいねでいいかなと思います。それとレストランに来るときはなるべく香水は控えるようにしましょう。やっぱりワインもお料理も繊細なので、そこの香りを楽しむっていうことをした方がいいので、一緒にいる方の香水がきつかったりするとお料理とかワインの香りに混ざってしまうので、香水はなるべく控えるようにしましょう。レストランで楽しむための大人のワインマナーについてご紹介しました。いかがでしたか？ワインマナーといっても守るべきものというよりは、一緒にいる方とご自身がいかに心地よく過ごせるかっていうところが本質だと思いますので、そういうことを意識しながら過ごせるといいのかなと思います。この番組ではこれからもワインをより美味しく楽しく楽しむためのいろいろな情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。乾杯。